普段こんなこと言わないんですけど、今回の考察の結論はかなりの確率で当たると思います。なんでかっていうと、先日タイトルが気になって見たワンピースの映画の内容が僕の考察ともろに被っていたんです。小田先生が原作だけではなく映画の登場キャラクターにまで最終章のヒントを仕込んでいるということは、もうコアな考察好きの中では当たり前のようになってきていますよね。その小田先生が仕込んだヒントと僕の考えるジョイボーイが復活する場所が見事に一致したので、途中信じられなくなってもどうか最後まで見てください。ではいきます。第662話の扉絵に登場している新極卒獣ミノチワワ、エッグヘッド編にも関わる重要なヒントキャラなんです。チワワには2種類のタイプがいることをご存知ですか？チワワには小鹿のような頭をしたディアーヘッドチワワとリンゴのような頭をしたアップルヘッドチワワがいます。ちなみにこのミノチワワはアップルヘッドチワワっぽい見た目です。のみのみのアップルヘッドであるベガパンクとリンクしていそうですよね。ベロも出してるし。だからエッグヘッドに入ってからディアーヘッドのチョッパーがジャンプの表紙に何回も登場しているのかも。第1096話の扉絵もチワワが描かれているので、チワワイコールベガパンクはありそうですよね。ただ実はこのミノチワワ、ベガパンクだけではなく複数のキャラとリンクさせられているんです。ピンクの中華服を着てヘッドホンをつけていますので、スクラッチメンアプーともリンク。骸骨をぶら下げているこの感じ、ビッグマムとブルックともリンクしていそう。他にもリンクしていると僕は考えていますが、今の段階で話すとこじつけだと感じる人が多いと思うので割愛します。さて、重要なのはベガパンク、ビッグマム、アプー、ブルックの4人。この4人は2つの要素で分けられます。ブルックとアプーは分かりやすく音楽です。ベガパンクとビッグマムはマザーフレームとマザーのフレームですね。この扉絵から出てくる奇妙なリンク構造、小田先生が何のために用意したと思いますか？僕はウラヌスのヒントを仕込むためだと思うんですよね。そう考える理由を少しでも伝えられるよう頑張りますので、ぜひ最後まで聞いてください。ではこの4人のキャラをウラヌスのヒントとして考えてみます。そうするとベガパンクを除く3人には音による攻撃という共通点があることに気づくんですよね。ビッグマムもマザーのフレームを割られた時の規制は攻撃ですよね。ということはベガパンクの開発したマザーフレームも音波による攻撃なのでしょうか。しかし作るためにパワープラントが必要だということもあり、マザーフレームには核のイメージがありますよね。多分マザーフレームは音波は関係ないのでしょう。この4人がウラヌスのヒントになっているということだけで全てが同じである必要はないんです。もう少しヒントを得るために連想の範囲を広げてみましょう。僕は以前から現在の空の玉座に座る者は操られている、もしくは成り代わっている者がいると考察しており、月から初めにやってきた3人のうちの1人を勝手に初代イム様と呼んできました。今ではその初代イム様がネロナイム星であり、通称ジョイボーイだと考えているのですが、僕はずっと初代イム様、つまりジョイボーイがウラヌスであると言っているんですよね。前回の動画でもジョイボーイのヒントキャラだと考えた症状は音波、ハボックソナーで攻撃してきます。以前にウラヌスのヒントキャラだと考えた歌も歌が能力に関係しています。ここまでは音で共通していますね。ではピーターパンと T ボーンのつながりからジョイボーイのヒントキャラだと考えた白ひげはどうでしょう。白ひげはグラグラの実の振動人間です。白ひげのことを戦国はあの男は世界を滅ぼす力を持っているんだと言っているんですよね。この時は随分と大げさなことを言うなと思ったんです。実際にその後白ひげの起こした津波は青生地のアイスエイジで簡単に止められています。ただこのセリフ、白ひげを古代兵器に置き換えてみるとどうでしょう。戦国は白ひげの津波に対して世界を滅ぼす力と言っているわけですが、乙姫が白星の力を悪意を持てば世界を海に沈めてしまえるほどのこの世で指折りの怖い力と言っているんです。これ意識的にかぶせていますよね。ドフラミンゴがなんて力だ、まさに伝説の怪物と言っていますから、伝説の怪物ポセイドンありそうですよね。さらに乙姫はいつかその力を正しく導く者が現れと言っています。白ひげの起こした津波がポセイドンのことだとすると、津波を起こした原因となったものは、そう海神です。これが僕が語呂合わせがネロナとなると話した第767話の海神にかかってきます。僕はネロナイムがジョイボーイの本名だと言っていますので、海の振動、海神がウラヌスを表しているということです。先ほどの音も振動、波ですよね。とりあえずこのイメージだけ覚えておいて別の方面から考えます。エッグヘッド編のスタート第1060話でマザーフレームが描かれましたね。僕はこの頃に
あれはベガパンクがウラヌスをイメージして作ったと考えました。つまりエッグヘッド編はウラヌスのヒント編なのだと思います。そこで第1095話から描かれ出したゴッドバレーに注目です。世界政府は3年に一度資源のために先住民を追い出す人間狩りをしています。3年に一度資源のために島を移るといえばロングリングロングランドの遊牧民ですよね。ロングリングロングランドってなんでこんなややこしいネーミングなんだと思います？一つの名前にロングが2つ入っているんですけど、僕はこの似たような2つの言葉が入っている長いネーミングに共通のイメージを持たせているんだと思います。そこで真っ先に思い浮かぶのがドラム王国の最終兵器ロイヤルドラムクラウン7連ショットブリキングキャノンです。ロイヤルは王の、クラウン王冠、ブリキングブリの王様というように王のイメージを重ねています。ドラムは解放のドラム、ブリは緑の中戸井さんの X のプロフ固定ポストを見てもらえばわかるのですが、ラフテルを表しています。ラフテルのラフの部分が笑いになっていることからミスゴールデンウィークのカラーズトラップ笑いの黄色に置き換えるとラフテルはイエローテイル、イエローテイルはブリですからラフテルはブリの島、つまりブリ島だそうです。本当中戸井さん天才ですよね。考察していた当時は違う呼び方をしていましたが、僕はずっと前からジョイボーイがラフテルに封印されていると言っています。これで前回の動画を見てくれた方にはロイヤルドラムクラウン7連ショットブリキングキャノンがジョイボーイを表しているということが伝わったのではないでしょうか。このロイヤルドラムクラウン7連ショットブリキングキャノンと明らかにリンクしているのがフィルムゴールドに登場したロング海賊団の船長です。このロング船長は頭にガトリング砲を装備しているんですけど、本名が長すぎて公式でもアレクサンダー・アレックス・ケント・ポール・ハリスまでしか書かれていないんですよね。注目は似たような言葉を2回続けるアレクサンダー・アレックスの部分。昔からある考察ですが、ルフィのモデルの一つにマケドニアの王アレクサンダーがあると言われていますよね。つまりロング船長もジョイボーイを表していそうなんです。ロング海賊団の船長がガト、リング、ロング、リング、ロング、ランド、ロングリングロングランドの形はクラウン。なんか関係しそうですよね。さらに同じような韻を踏んでいるのがコリーダコロシアムに出場していた黄色いマントのロー、リング、ロー、ガン。おそらく最後のガンは銃をイメージさせています。ここまででロングとリングを小田先生が意識的に名前に入れているということが分かりましたよね。ではどんな共通のイメージがあるのでしょうか。それはランドです。ロングリングロングランドとゴッドバレーの設定と同じく過去に資源を求めて他の島を目指していたのがトンタッタ族。ここでもトンジットとトンタッタというなんとなくレベルで似た名前です。トンタッタ族のイメージ動物はネズミだと思いますが、トンジットがチーズを食べていたのはそのイメージを合わせるためでしょうか。トンタッタ族の英雄にはわざとらしくランドをつけていましたよね。では資源を求めてゴッドバレーにやってきた天竜人側の英雄といえばフィガーランド・ガーリング星です。フィガー、ランド、ガー、リング。ランドとリングもかぶってきますし、ガーリングはガトリングともかけていそう。そう考えるとトンジットたちが3年ごとに島を移っていることがガトリングがぐるぐる回って弾が装填されるイメージになっていることに気づきます。ペルが使っていたガトリングのイメージですね。分かりにくいと思いますが、ここまで話した全てが少しずつつながってウラヌスのヒントになっているというイメージはつかんでいただけたでしょうか。さてここからが本題なのですが、僕はウラヌスであるジョイボーイは復活すると言っているんです。ではそれはどこからなのか。それがロングリングロングランドなのだと考えています。前回の動画でジョイボーイには長寿の象徴である鶴と亀のイメージがあり、ジョイボーイを深層海流から釣り上げて助けるという話をしましたね。助けた亀に連れられてラフテルごと地底から脱出するのだと思います。そのジョイボーイはクジラのイメージの青い星の胃の中にいる胃の中の蛙のイメージだとも言いました。ラフテル特定シリーズの時は最後はお尻の穴からプッと出ると考えましたが、ドレスローザで井戸の中に入った時ルフィは地面を突き破って近道しましたよね。こちらの方が正しい気がしてきました。なぜなら僕がこの動画で考察した地底にはラフテルからジャヤ近海までトンネルがつながっており、そのトンネルがロングリングロングランドの下を通るからです。ジョイボーイがロングリングロングランドの中心から復活する、このイメージは空白の100年にジョイボーイ側であったであろう光月家の家紋とアラバスタ王国の紋章にもヒントが隠されています。光月家の家紋は四方に潮吹きしていそうな輪の中に鶴と供養、アラバスタの船にも供養が描かれています。ちなみにペルが使っていたガトリングも供養になっているんですよね。さらに映画版にもヒントがありました。
珍獣島のチョッパー王国ではルフィたちは王冠島に行くんですよね。珍獣島といえば僕がラフテルのイメージだと考えたガイモンさんがいる島ですよね。王冠島の周りにもロングリングロングランドのように小さな島がリング状に並んでおり、海底火山の噴火によって上空に噴出した噴煙が一つながりになって王冠のように見えることからその名前がついています。なんか一つなぎの大秘宝っぽいですよね。ルフィも一つながりと叫んでいます。この映画他にもヒントが満載でしたが、次に行きます。次はカラクリ城のメカ巨兵。これが動画の冒頭で話した映画です。僕は先日までこの映画を知らなかったのですが、カラクリ城イコールエッグヘッド、メカ巨兵が巨大な亀みたいだと思い、何かヒントが得られそうだと思い見てみたんです。そしたらもう僕の考察とのリンクのオンパレードでした。この映画には山を背負った巨大な亀が出てきますが、その亀は1000年に一度目覚めるという設定でした。これ前回の動画のジョイボーイそのまんまですよね。さらにその巨大な亀は産卵のために他の島に行きます。そして卵の割れた殻が言い伝えにあった金の冠であり、当然その中からは亀が出てきます。さらにその卵は金の卵ですから、ジャイアントジャックの上にいる金の卵を産むニワトリエネルのつけた金玉を割ってジョイボーイが正気に戻る考察にもつながりますし、裏主編と予想したエッグヘッドも割れた卵の形をしています。この映画のラフテルとリンクする場所には白い蛇の中を通っていき滝から落ちるんですけど、僕はラフテルに行くにはホワイトストロームを通り地底に行く必要があると考察しました。さらにガチャガチャ音を立てながら回る供養が背中に描かれた亀のロボットも登場します。これがガトリングのイメージですね。他にもこの映画は空島に行った後の設定ということもあり、麦わらの一味がロングリングロングランドの時の服装まんまであったり、バギーにそっくりな人形が出てきたり、細かいのを含めると本当に僕のラフテル考察のリンクだらけです。もうこれは考察したイメージが当たっていると考えていいんじゃないでしょうか。ちょっと興奮しすぎて本来出そうと思っていたウラヌスの能力の考察からだいぶ脱線しちゃいました。ここからやると前回同様めっちゃ長い動画になっちゃうので、それは次回にして最新話から思いついていることを少し話して今回は終わりたいと思います。ゴッドバレーにある豊富な資源って何だと思いますか？巷の考察ではマザーフレームに核のイメージがあることから資源はウランであるという説が多いと思いますが、果たしてそうなんでしょうか。ウランはそもそもとても危険な物質ですし、原子炉などの科学がない時代においては利用価値のないもののような気がします。ベガパンクは22年前の大原でドラゴンと再会した時についに政府の会員になったと言われていますから、38年前の時点では世界政府に協力はしていないでしょう。だとしたら3年に一度ものペースで島を移るほどウランが必要とはちょっと考えにくいですよね。僕は単純に金でいいんじゃないかと思います。そう考えるのには理由があります。ゴッドバレーには特徴的な2つに割れたような山がありますよね。2つに割れた山といえば日本では佐渡金山が有名です。その割れの深さは74メートルもあるのだそうです。なぜこの割れができたかというと、巨大な金脈を掘り進むうちに割れたような姿になってしまったということです。そして理由がもう一つ、佐渡にはまるで天空の城ラピュタの世界のような北沢浮遊選鉱場跡という場所があります。普通に佐渡金山スペースラまで打つと検索候補に出てきます。これがどう関係してくるかというと、今回紹介したカラクリ城のメカ巨兵を見てもらえば一目瞭然なのですが、がっつり天空の城ラピュタのオマージュが込められていることがわかります。この映画の宝も金です。そしてワンピースの原作で天空の城ラピュタのオマージュが込められているのはワノ国です。空にある遺跡という意味ではシャンドラもそうかもしれませんが、共通するのは過去に黄金があった場所だということです。何が言いたいかというと、小田先生が黄金があった場所のイメージとしてラピュタをオマージュしているのかもしれないということです。資源を求めて略奪しに来たという意味では、神を名乗っていたエネルもシャンドラの黄金を求めてスカイピアに来ましたしね。結局は金という意外性もない考察でした。ついでにクソみたいな思いつきを一つ。第1096話でガープが蜂の巣をつつくな、あれは海賊島の宝だと言っていますよね。昆虫の蜂にとって蜂の巣の宝は多分卵か女王蜂か蜂蜜でしょう。蜂蜜はハニーです。ロングリングロングランドの話が載っている33巻の作者コメントに書いてあるんですよね。鼻くそのことを下品なので以下ハニーと表記するって。鼻くそといえばミスター5のノーズファンシーキャノン、5空想といえば空想のままに戦うギア5 2か。ロックスのイメージがなんとなくルフィっぽいって言われているけど、
もしロックスとルフィがリンクキャラだとしたら、ロックスはゴムゴムの実を食べさせられるのかも。バラティエではルフィはゾロにハニーを無理やり飲まされていましたね。僕が以前にした考察では、ロックスは読み読みの実の能力者だから当然爆発します。なぜゴムゴムの実が海賊島の宝なのかとかは考えていません。思いついちゃっただけなので。こんなハニーみたいな話を聞いてくださりありがとうございました。今回の考察は以上です。次回はウラヌスの能力の考察をやろうと思っているので、ぜひ見てくださいね。それと、この動画が面白いと感じたら何でもいいんでコメントください。僕はそれだけを楽しみに動画を作ってるんで餌をください。ではまた次回。